はい、始まりました。今回はですね、無職の放送者をやったらどうかっていうティームさんからのおすすめでごめんなさい、リクエストじゃないです、ごめんなさい。でちょっと無職、まあ僕ちょっと一回いいなと思って挑戦したデッキがありまして、はい、まあ、一応こいつ海外だと無職最強という扱いになってるんですけども、大丈夫ですか、その無職界に、怒られる無職界の人に一徹さんとかに怒られる可能性があると思いますがでも、まあ、僕も個人的には無職最強はこいつだと思ってまして、はい、あくまで我々の感想です。そう個人的な、見解なんですけど、まず当事者の発表からなんですけども、ウルザの空戦ってリベレーター号になります。今日は、期待ですか？期待って書いてないですね。期待じゃないですね。期待っぽいからさ、なんか雰囲気があって。確かに飛行機械ですね。でこいつは本当はクリーチャーですよと。じゃあクリーチャーです。伝説の、能力の説明からさせていただきたいと思います。まず無職3マナで 1,2 の飛行です。で瞬足を持ってます。であなたは無職の呪文やアーティファクト呪文をそれを瞬足を持ってるかのように唱えてもいいと。そこがね、ポイントですね。であなたが呪文を唱えるたび、その呪文が唱えるために支払ったマナの点数がこいつのパワーよりも大きい場合、11カウンターを1個置く。これはおまけですかね。おまけですが、そこそこのサイズにはなると。確かにでかいの捉えていけばでかくなるかもしれないですね。まあ一応この瞬足で出していこう気になってます。どうやって戦うかっていう話をまずしたいと思うんですけど、なんと無職のデッキで構えるという瞬足なんでね。聞いたことないですよね。これだから俺はこいつが最強なんじゃないかなと思ってるんですよ。そりゃそうなんだけど、まず2マナのファクトは2ターン目には出すと思うんですよ。そもそもリベレーター出さないことには構えられないと。だからインシェの分母とかクリプトとかあったら1ターン目がいけますけど、まず3マナでリベレーター号を構えます。リベレーター号を瞬足で出す。瞬足で出します。エンド時にリベレーター号を出します。でターンが回ってきます。構えます。でエンドします。ランドはセットするでしょ。ランドはセットします。アレッチをセットする。アレッチもね、これ多分そんなに入んないんですよ実は。俺なんか組んでみたんですけど、アレッチ感覚値でほんと 4,5 枚しか買わなかったんですよ。ユーティリティランドをしちゃうと。大体そのなんか無職の土地で埋まるんで、アレッチは結構少なめかもしれないです意外と。で構えます。構えたことによって何ができるかっていう話からするんですけども、まず一番構えていいのは暴虐石だったり、エビニラルの円盤、タップインするやつ。タップインする全除鏡、これをエンド時に打って、エンド時にラスできる。また回ってきてラスできる。もうちょっと気になるところはあるんだけど、アーティファクト吹き飛びますよね。吹き飛びます。そこすげえ気になるんだけど大丈夫なの？確かに。ただちょっと一回置いときましょう。ちょっと考えてください、使いどころは。でも一応奇襲性があるという意味では、最終手段として吹き飛ばす手段としてはいいかもしれないなというところですかね。あとその全チリですよね。全チリは文句なく強いと思うけど、全チリっていうナーマのソーサリーがありまして、なぜかソーサリーじゃなくなると。これがソーサリーじゃなくなるというね。全ての無職以外のカードを生贄というカードで、これも何も関係ないと。これを瞬足で捉えられるという、これかなりいいですよね。それだけでこいつにする価値があるぐらいの勢いだと思うけど、本当ですよね。あと、瞬足でなぜか唱えられていいカードっていうのがあるんですけども、それが殲滅学入門。これなぜか構えると。なぜか構えられるっていう5マナのめっちゃ弱いですよ本当は。5マナのソーサリーなんですけど、殲滅学入門って言ってパーマネント1個追放できるんですよ。5マナのソーサリーですよね。追放して対戦相手が1枚ドローしちゃうっていうカードなんですけど、これを構えることによって万能塾になるっていう。なんかマナなんだけど、無職だからマナがっつり出ること、だからインスタントになりさえすれば、十分使用に頼るカードだし、そうですっていうことですよね。そうです。だから
いいんじゃないかなということで、俊足を存分に生かしていくんですけども、俊足で言いますとカルドーサの火事話っていう5マナの3号のクリーチャーがいるんですけど、こいつはタップでアーティファクトを3つ生贄に捧げるとアーティファクトをサーチできるという。はい、こいつが出るとだから普通はですね、普通はそう紹介をしなきゃいけない普通はとりあえずあいつ処理しろってなるんですがこれが俊足出てくることによって割と処理できないかもしれないと。アーティファクト1個サーチできます。この無色のデッキはアーティファクトサーチするのがめちゃくちゃサーチカードが全然ないという問題がありまして、月銀の鍵ぐらいしかないんですよね。月銀の鍵はあくまでマナ能力を持ったものしかサーチできないので、今までマナ能力を持つアーティファクトしかサーチできないか、もしくは基本土地サーチできますね、ぐらいしかサーチカードがないので、だからそのサーチカードを一応この2枚ぐらいは入れてもいいんじゃないかなっていう感じですかね。サーチするのは見捨てられた日っていうカードになると思うんですけど、ほぼ月の鍵からですね、5マナの伝説のアーティファクトで、無色クリーチャー任意の修正、嘘でしょ、任意の修正を受ける、そんな能力あるんだ今気づいたんですかはい、ロード能力持ってるんですね。であなたが、無色を引き出す目的でパーマネント1つをタップするたび追加で無色1マナ加えるという、で無色の呪文を取るたびに2点のライフを得る。これみんな忘れるで、これを無色の基本的には倍っていうカードなんで、これをサーチしてくるだろうということです。これが実はその誘発型マナ能力でマナ能力に含まれてるっていうことですよね。で、あと俊足で出してお得なカードっていうのがありまして、巻き戻しの時計、これが実は噛み合いが良くてですね、あなたでない各プレイヤーのアンタップステップにあなたがコントロールして全てのアーティファクトをアンタップするという、これ通常だと大した能力じゃないんですが、これね、いや4マナでこれ設置してで起きるの1回ですからね。起きる、いや一応各ターンよ、はい各ターンに起きるんだけど、ってなるカードなんだけどね、結構。ただリベレーターがリベレーターだと出てると、例えば6マナぐらいファクトがあったとして、6マナの呪文を唱えて起きて、6マナの呪文を唱えて起きて、6マナの呪文を唱えられるってことになるので、こいつはリベレーター最強カードはこれかもしれないですリベレーターのデッキに入れる分には強いと。強いですね、確かに。無色のデッキって基本的にはスタックスしていくんですよ、でスタックスのカードが結構いっぱい無色のアーティファクト系入れるのがいいと思います、で無色のスタックス有名なところで言いますと、呪われたトーテム像っていう起動アート能力を防ぐやつとか、検体の宝珠っていうチップを防ぐやつとか、冬の宝珠っていう土地1個しか起きないってやつとか、タングルワイヤー、カヨリステ決戦っていう、賞賛4で4枚タップして、次3枚タップしてっていう、1個ずつアンタップできる、増えてくっていうことで、4枚タップしなきゃいけないんですよね、そのターンは。だから4ターン遅らせられるみたいな呪文なんですけど、これ無色のデッキだと絶対入ってきますよね。あとは磁石のゴーレムっていう、かなり噛み合いが良くて、アーティファクトでない呪文を1個総目するっていう、こいつかなりいいんじゃないかなということで。あとは、往診の立像とか、最高ですね、これ。相手の呪文のコストは2多くなる。これ6番ですが。通された日にはですね、最悪ですよ。ちょっと要は手数で勝負するような軽い呪文ばっかり入ってるガチめのデッキほど何もできなくなる。確かにもしリベレーターで構えてた時に、誰かがストーム系のコンボを決めるって言い出したら、これ出しますって言ったら、その時点で止まるわけですからね。さすがにインスタントだと上から来ちゃうから。確かにそうですね。あとは、アルカイックとか、無色が最強の、アルカイックご存知じゃない方もいるかもしれないんですけど、インスタントかソーサリーを対戦相手が唱えると、2コス要求で、そうしなかったら、そのコピーをこっちが唱えられるっていうことで、打ち消しますって言っても、それ2コス払わないと、打ち消しがコピーされて、じゃあ僕打ち消しますって言って、で、しかも、対戦相手を打ち消すときに、それコピーしないですって言ったら、2回打ち消しをこっちが打ち消してることになるっていうことになるんで、かなり無色で強いクリーチャーですよね。これガチめだったら無色じゃなくても入ることありますよ。大体そんなとこで、ヘイトカードで言うと、もう逆に困るカードっていうのがありまして、無色は非常に困るカードが。
採用されてないから。本当ですか？虚空の鏡っていうこれも以前紹介したこともあるんですが、プレイヤーが呪文を唱えるたびに、それを唱えるたびに色マナが払われてない場合、その呪文を打ち消すという、つまり無色デッキだとなんか工夫して色を出してない限りはもうあらゆる呪文が打ち消されるという。やばいですね、はい、これ出た時点で終わってしまうので、大体無色デッキの人は闇マヤだったりアーボーグだったりがなぜか入ってる御用達なんですよね。無色デッキの人はなるべく色の出るファクトを選んで入れた方がいいですよっていうなぜかことになります。はい、であとはドロソの話になるんですけども、ドロソがかなり厳しくてですね、無色のドロソは少々厳しいですね。俺の大好きな予備物資とか入ってくるとレベルになっちゃうんですけど、入れないんじゃないですか？入れないですかね。入れてもいいと思うんですよね。例えば有名でいうところの要は一つの指輪、これは説明する必要はないかもしれないんですが、一つの指輪かなり噛み合いがいいですよね、無色としては。しかもなぜか瞬足で唱えられるなんか知らんけど、例えば皇帝のビヒモス出しましたパンチですって言われたら防げる確かにプロテクションがね確かにで、あとはオルサンクのパランティールっていう新しい呪文が追加されまして、これも指輪物語、はい、3マナのアーティファクトで終了ステップの開始時に対戦相手1人と対象としてまずカウンターを置きますと、で戦術をまずにします、でその後そのプレイヤーが私がカードを1枚引くかダメージを食らうかっていう選択をするんですけど、まず X 枚ミルするんですが、その X っていうのがカウンターに載ってる数で、ミルした中でマナ総量の合計に等しいライフを失うということなんで、1ターン目はさすがにミルしてくると思うんですよ。で2ターン目3ターン目になるにつれてミルする枚数が増えるので、ほぼワンドローのカードになります時間が経つにつれて。だからそういうカードでドローしていくんですけど、精神の目、精神の目っていう5マナのファクトでして、対戦アートが相手がカードを引くたび、あなたは1マナを支払っている。そしたら、カードを1枚引く。で、リベレーターで構えて巻き戻しの時計なんか出てたりして巻き戻しの時計なんか出てたりしたらもう宇宙ですね。宇宙ですね。結構ドローカードが少ないですよね、無色のカードって。そうなんで、ありますよ、ドローカード。ありますよ。コジレクとか。だからその話になっちゃいますいわゆるエルドラーシの話になってくるんですが、このデッキ最終的に何で勝つかって言いますと無色のコンボを搭載してもいいんですが、たどり着けなくて正直サーチも弱いし、サーチも弱いしドローも弱いんで、弱いし、大体無色のコンボって無限マナだと。そうなんですよ。なんで無限マナだから結局さらにその注ぎ口が必要ですよと。そうなんです。それもサーチできないじゃないですか、なんで結局エルドラーシで殴って勝つと思うんですよ。インスタントで出てくるエルドラーシは大丈夫だ。そう、除去しづらいんですよ、これただエルドラーシ出すデッキだと、正直その3ターンの間に処理すればなんとかなるじゃないですか。でもリベレーターの場合は瞬足タイミングでエルドラーシが出てきて、次のターンにいきなり滅殺されるっていうことになってきますんで、だからエルドラーシで決まる可能性っていうのは出てくるんじゃないかなと思います。一応そんな感じで面白カード2枚紹介させていただくんですが、面白カードたちはいわゆるトートスチャマスターズ収録組ですね。そうですね、新しいカードということになるんですけども、まず新しいカードでエルドラーシの覚醒というカードがありまして、旧エキスパンション名のような。確かにエルドラーシの覚醒というエキスパンション名なんですよね映画の名前全く同じだったんだけどで、こいつ12マナ12マナ出ますか。まずコジレク出すとか言ってんだから12マナでこの呪文打ち消されません。やばいです。打ち消されないのこの呪文で、まずパーマネント1つを対象とし、プレイヤー1つを対象とする。まずパーマネント1つは破壊されます。でプレイヤーはカードを4枚引いて、あなたはこのターンに続いて追加の1ターンを行う。
これはですね、はい、変更はたきされても追加ターンは得られます。すごいぞこれすごい かなりケアされてますよねこれ。なるほどね。これもしあなたはじゃなくて、はい、そのプレイヤーはターンを得るだったら変更はたきされるともう大被害なんだけど、確かにターン得るのはあなた。これはかなり使ってみたいですねしかもこれがインスタントで打てると。インスタントで打てるんですよこれ。瞬速でね。ってことは相手の最後のエンド時に打って、追加ターンを得て、自分のターンが回ってくると。やばいぞこれで、あともう一個紹介したいカードがですね、ダークスティールのモノリス。これはリベレーターのためにあるカードだと俺は思ってるんだけど、これはティムさんが発見されてきたカードなんですけど、8マナのアーティファクトで破壊不能です。で、各ターン1回、あなたの手札から唱える無色の呪文をマナコストを払うのではなく0コスで 1個唱えていいと、はい、各ターン1回、はい、つまり瞬速なのでまあ、4回唱えられると、1周の間に1周で4回唱えられますね。はい、はい、これやばいっすよこれ。なんとこれティムさんがあるコンボを持ってきたということなんですけども、はい、イシュサーの背骨というカードがありまして、はい、7マナのアーティファクトなんですけど、はい、これまあパーマネント破壊するカードなんですよ、場合であると、はい、で破壊してこれ墓地に行くと手札に戻ってくるという、ループするようなコンボでよく使うカードなんですけど、それをイシュサーの手札で出しまして、例えば作り台があったら、その作り台なんてあるのかと、まあ作り台あるんですが、クラーク族の鉄工所という作り台がありまして、4マナの作り台でアーティファクトサクると2コス出るっていう作り台あるんですけど、それがあるとイッサの背骨出して、サクって手札戻ってきて、イッサの背骨出してサクって手札戻ってきてっていうのは毎ターン可能だぞなんだそのコンボって面白いぞって、面白いのは自分だけの可能性があるぞっていうオリジナルコンボですねこれ一応ちょっとアホなのかっていう話になるんだけどまあバカっぽくていいでしょ、バカっぽくて確かに楽しそうですねまあそんな感じでやってきます、まああとは特に説明はありません、はい、まあそんなところでこの感じはレベル的には7ぐらいですかね。7ぐらいになると思うよ、はい、なんで無色やってみたいという方は、高いという点だけをマナ基盤が高いんですね、はい、無色はどうしても。そうですね、めちゃくちゃ金属細工師っていう紹介しなかったですけど高いカードありますんで、枠所とか高すぎる、裏切り者の都とか買わなきゃいけないの、クリプトインシエのフンボ。いやまあそれはガチでやろうと思うんだったら買ってくださいなんだけど、はい、まあどうしても必要なカードではないです。はい。まあカジュアルにもできますんで、無色やってみたいという方はリベレーター号かなりおすすめになってますんで、はい、やってみてくださいということで、はい、今回の動画は以上になります。おしまい。